はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は JGC 修行を兼ねまして北海道旭川市からベトナム最大の都市ホーチミンに旅行した動画のパート2です。皆さん、ベトナム料理好きですか？私はベトナム料理ではフォーが特に好きです。パート2の動画ではホーチミンで人気ナンバーワンのフォーのお店やベトナム中部のフエ料理のお店、そしてホーチミン市内を観光してまいりました。そして平日は午前6時、土日でも午前7時からビジター利用ができるジムにつきましても紹介しております。4K 映像かつ20言語の字幕を選択して最後までご視聴いただければ幸いです。パート1の動画では北海道の真ん中旭川空港から羽田空港を経由しましてベトナムタンソンニャット空港到着までの模様を紹介しました。パート2の動画はタンソンニャット空港からスタートしたいと思います。タンソンニャット空港はホーチミンの中心部ベンタイン市場までの距離が 8.5 キロしかありませんのですごく便利な場所にある空港です。私は飛行機から出まして入国審査場まで向かいました。しばらく通路を歩きますと左側に入国審査場がありました。入国審査では搭乗券とパスポート、そして e チケット控えを入国審査官に見せました。私はここでスーツケースを受け取りました。荷物をピックアップした後、手荷物検査がありました。無事に手荷物検査をパスした後、到着ロビーに出ることができました。この時朝5時半ぐらいでしたが両替所が2軒営業していました。タンソンニャット空港の両替所のレートは私が旅行しました2022年9月中旬のレートで左のお店が1万円で163万トン、右のお店で161万トンでした。羽田空港第3ターミナルトラベレックスのレートでは1万円で128万トンでした。ホーチミン市内でベンタイン市場の近くやドンコイ通りの近くにあります両替所のレートでは1万円で167から168万トンでした。レートが良い両替所と比べまして1万円あたり300円ぐらいの差になりますが、そこまで気にしない方であればタンソンニャット空港で両替しても良いと思いました。この両替所ではベトナムで使用ができる SIM カードを販売しておりました。インターネットができるデータのみの SIM カードやそれに加えて無料通話もできる SIM カードがありました。 SIM カードの値段はお示ししている通りです。私は旅行に行く前に Amazon でデータのみの SIM カードを480円、無料通話もできる SIM カードを1300円で購入していました。現地で買うよりも安かったですね。私が買いました SIM カードの Amazon の販売ページを概要欄に載せておきますので、ベトナム旅行に行く予定がある方は購入していただければと思います。私はこちらで両替した後、空港の外に出ました。チェックインが14時までできなかったんですが、ホテルにスーツケースを預けるため配車アプリのグラブを利用して車を呼びました。グラブにつきましてはバンコク旅行の動画でも紹介しておりますが、Uber などと同じような配車アプリで東南アジアの主要エリアでサービスしています。メリットは現地語がわからなくても GPS の位置情報から目的地を検索することができます。また事前に料金が分かり、現金に加え登録したクレジットカードで決済することができます。クレジットカードの登録ですがバンコクではできたんですが、今回のベトナムでは登録ができずに現金で支払いしておりました。ベトナムでクレジットカードの登録ができた方いらっしゃいましたらコメント欄に教えていただければと思います。現金支払いの場合は高額紙幣ですとお釣りがないと言われてしまうことがありますので、少額紙幣を常に持っておくようにした方が良いと思います。またデメリットはネット環境がなければ使用ができない点だと思います。今回はすぐに車を見つけることができました。私が今回宿泊しましたロータスセントラルホテルはベンタイン市場の近くにあるんですが、タンソンニャット空港からの距離が 8.5 キロくらいでした。クラブで乗車料金が13万8000ドン、日本円で830円ぐらいでした。現在
円安になっておりますが、それでもまだ日本のタクシー料金よりも安かったですね。はい、それではタンソンニャット空港からホーチミン中心部のホテルに向けて出発します。全然土地勘がなかったのでどこを走行しているのかわからなかったんですが、だんだん賑やかになってきましたね。ホテルの近くだと思うんですが、この辺りに鉄道の駅を作っているようです。タンソンニャット空港から約30分ぐらいでホテルに到着できました。今回宿泊しましたロータスセントラルホテルは弁タン市場に近く非常に便利な場所にありまして、4つ星ホテルですがおすすめできるホテルだと思います。ロビーはヨーロッパの雰囲気でおしゃれでしたね。私はまだチェックインができませんでしたのでスーツケースをこちらで預けました。私はホテルでスーツケースを預けた後シャワーを浴びたかったのと、ついでに筋トレもできビジターで利用することができるサイゴンリバークラブというジムに行きました。私が宿泊したホテルからサイゴンリバークラブまでの距離は約6キロです。サイゴンリバークラブはビンタイン区にありまして、ここは高級マンションが立ち並んでおり、日本人もかなり居住されているそうです。ホーチミンには高島屋がありました。私は中に入れなかったんですが、日本の食材やレストランなんかもあるんでしょうかね。しばらく走行していきますと高層マンション群が見えてきました。奥にそびえ立つ超高層ビルはベトナム最高層高さ461メートルのランドマーク81です。2022年9月現在で日本一高いビルは大阪にありますアベノハルカスです。アベノハルカスの高さが300メートルですので、このビルは 1.5 倍の高さがあるんです。高層ビル好きなおじさんとしては行ってみたいと思いますね。この辺りの景色だけを紹介していましたらベトナムだと思わないですよね。しばらくヤシの木の並木道を進んでいきますと、右の矢印の入り口からサイゴンリバークラブに行くことができます。こちらで受付をします。ビジター料金は23万ドン、日本円で約1380円です。利用料金の中にレンタルタオルの料金も含まれております。ロッカールームは非常に清潔でしたね。シャワールームにはボディーソープやシャンプーが備え付けてありました。ドライヤーもありましたので、早朝便でホテルにチェックインができずにシャワーを浴びれない場合にここでシャワーを浴びると良いと思いました。ジムにはマシンやトレッドミル、ダンベル、ベンチプレス、パワーラックなどがありました。そしてプールも利用することができるんです。私はジムに行った後、ホーチミンでフォーといえばここと呼ばれるほど大人気のお店フォーファーに行きました。お店の場所はホーチミンの中心部ドンコイ通りから 2.5 キロくらいの場所にあります。こちらでは女性がスカートでバイクに乗っているんですよね。日本じゃなかなか見られない光景じゃないですか。ホーチミンに着いた初日はすごく天気が良かったですので、ホーチミンの綺麗な街を撮影できたんじゃないかなと思います。旭川でもお世話になっております私が大好きなすき家がありましたね。ホンダのお店がありましたが、ホンダのバイクがベトナムでは一番人気らしいです。私もホンダのグロムに乗っておりますので嬉しくなりましたね。こちらのお店はフォーフォアです。私が来店した時もかなり賑わっていましたね。お店の中の様子です。大衆食堂のような雰囲気でした。こちらはこのお店のメニューです。牛肉や鶏肉、肉団子が乗ったフォーなど12種類ありました。私が注文したフォーはフォータイと言われるレアの牛肉が乗ったフォーです。それとココナッツジュースを注文しようと思いましたが、間違ってココナッツゼリーを注文してしまいました。このフォータイは半生の牛肉がユッケを食べているような感じで美味しかったですね。スープは塩味でしたが
置いてあったライムを入れて食べますとすごくさっぱりして合いました。麺はうどんともそうめんとも異なる麺でしたがすごく美味しかったです。ココナッツゼリーは白い部分はミルクプリンのような味、それ以外の透明の部分はほんのり甘くて美味しかったです。私はフォーを食べた後観光したのですが、最初にサイゴン中央郵便局に行きました。この辺りは街並みがすごく綺麗でしたね。聖母マリア教会は修復工事をしていました。その横にサイゴン中央郵便局がありました。はい、それではサイゴン郵便局の中に入っていこうと思います。サイゴン中央郵便局の中を歩いてみました。こちらはパリのオルセイ美術館をモデルに1891年に建てられましたコロニアル建築の郵便局だそうです。最高を考慮して作られたガラス張りの大ボールド天井が特徴だそうです。ベトナムのハガキや切手、雑貨などお土産になりそうなものも売っていました。私はサイゴン中央郵便局に行った後、ピンクの教会で人気のダンディン教会に行きました。ダンディン教会は1876年に建てられ、ホーチミンの教会の中でサイゴン中央郵便局の隣にあります聖母マリア教会に次ぐ大きさを誇る教会だそうです。ピンク色の壁と白い銭湯や窓が映えますよね。私は中に入れない時間に行ってしまいましたので、残念ながら中の様子を見れませんでした。本当に美しい教会ですので、ホーチミンに来られた際には絶対に行かれてほしい場所だと思います。ホテルのチェックインの時間が14時でまだ1時間ぐらいありましたので、ホテル近くのハイランズコーヒーでベトナムコーヒーを飲みました。今どの辺りを走行しているのか分かりませんでしたが、並木道と近代的なビルが立ち並んでいまして、景色が綺麗でしたね。左手には日本のデパート高島屋が見えました。建設中のビルが右側に見えますと、ハイランズコーヒーが見えてきます。ハイランズコーヒーはコーヒー豆の生産量が世界第2位のベトナムで店舗数約250店舗を構えるコーヒーチェーン店です。イメージ的にはベトナムのスタバと言っても過言ではないと思いました。ハイランズコーヒーではコーヒー豆もお店で売っておりましたが、一番左のコーヒー豆が59,000ドン、日本円で約360円でした。Amazon でも同じものを買うことができますが1400円でした。ベトナムに行く機会がない方で飲んでみたい方は概要欄に Amazon の販売ページを載せておりますので、ぜひ飲んでみてほしいと思います。ハイランズコーヒーはコーヒーだけでなくケーキなどのスイーツも販売しておりました。席には電圧が 220V で日本とは違いますが日本のコンセントと同じものがありましたので、コーヒーを飲みながら携帯の充電ができる貴重なスポットだと思いました。左側にはメニューをお示ししています。私が今回注文しました練乳入りのアイスコーヒー49,000ドン、日本円で約300円などたくさんのメニューがありました。先ほども紹介しましたがコーヒー豆などを販売しておりました。私は黄色の枠のコーヒー豆とカップのセット199,000ドン、日本円で1,200円を買いました。私が今回注文しました練乳入りのアイスコーヒー49,000ドン、日本円で約300円です。ベトナムコーヒーは結構苦味が強いんですがコンデンスミルクがたくさん入っておりましたので、コーヒーの苦味とコンデンスミルクの甘さがマッチして美味しかったです。私はハイランズコーヒーでアイスコーヒーを飲んだ後、ホテルのフロントでチェックインを済ませましたが、スタッフの方はとても親切でした。はい、それでは宿泊した部屋に入ろうと思います。このホテルにはもっと広い部屋もあったと思いますが、この部屋はそんなに広くはなかったですね。洗面所にはドライヤーもありましたし、トイレと
シャワーカーテン付きのお風呂がありました。バスローブも置いてありましたよ。ただこの部屋に窓がなかったので朝真っ暗で朝起きるのがきつかったです。トイレが外国では珍しい日本製のシャワートイレがありました。ウォシュレットが好きなおじさんにはありがたかったですね。こちらでも電圧が 220V でしたが日本と同じコンセントでしたので携帯の充電などは問題なくできました。そしてこのホテルでは NHK を見ることができるんです。私はホーチミン滞在中 NHK 連続テレビ小説ちむどんどんを視聴しておりました。私はホテルでシャワーを浴びて少し休んだ後夕食を食べようと弁天市場の近くにあります笛料理のお店ナムヤオに行きました。ホテルから近かったので歩いて行きましたが弁天市場のイルミネーションが綺麗に見えましたね。弁天市場の中につきましてはこの動画では紹介しませんが今後作成予定の動画で紹介できたらなと思っております。欧米人が映っていましたがマスクをしている方はほとんどいなかったですね。この路地を左に曲がりました。少し歩くとお店があったんですが結構混んでいましたね。ナムヤオは伝統的な笛料理を味わえると評判のお店だそうです。お店の中の様子を写真で撮影しておりますが地元の方に支持されているお店なんだなと思いました。笛料理の笛ってどこなんだろうと思って調べてみました。笛はビーチリゾートとしても有名なダナンから約100キロ、ホーチミンから約920キロの距離があります。人口が約65万人だそうです。こちらはメニューです。私は生春巻き5万丼日本円で300円と笛のご当地麺であります文房笛7万丼日本円で420円、ベトナムビールのバーバーバー2万2000丼日本円で約130円を注文しました。この日の夕食は一人旅をされていた大学生と一緒に食べました。笛のご当地麺であります文房笛は麺が太めでソフト麺のような感じでしたね。スープは塩味、パクチーの風味を感じました。生春巻きは皮がもちもちでシソみたいな葉っぱの風味と豚肉がマッチしていまして美味しかったです。ベトナムビールバーバーバーはこの日ホーチミンが暑かったのでぐいぐい飲めましたね。私は食事したと寝不足でしたのでホテルに帰ってゆっくり休ませていただきました。これで今回の動画は以上になります。ホーチミン市内の映像を見ながらエンディングさせていただきます。今回の動画はタンソンニャット空港の様子や両替情報、ホーチミン市内の人気観光スポットでありますサイゴン中央郵便局やタンディン教会、そして早朝便でもレンタルタオルが借りれてシャワーを浴びることができるジムや人気のフォーや笛料理、ベトナムコーヒーの人気チェーン店のハイランズコーヒーなど内容が盛りだくさんではなかったでしょうか。久々のホーチミン滞在初日を気ままな親父さんが満喫できました。パート3の動画ではメコン川クルーズツアーの模様やホーチミンのナイトエリアなどについても紹介できたらと思っております。もし作成した際にはそちらの動画もぜひご覧いただければ嬉しいです。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。やっぱりホーチミンの人気の方美味しかったな。